ティグランドドドンです。今回はね、ナビベース風鎮ナンバーワンというわけでね、JX タイガーですね、非常に強いクランとの対戦になりますね。世界大会もね、残り1ヶ月ぐらいになってきまして、当然ね、今期間限定ユニットは来てるんですが、その辺は使うことができないというような対戦になっております。世界大会近づいてくるとね、大会も数が結構絞られてくるところもあるんでね、公式戦での調整っていうのもありますが、こういったところでね、しっかり対戦できればなと思います。早速やっていきましょう。先行対戦相手からライドラッシュにクエイクが1枚、タウンスニゴブかな、スニゴブ10体いますが、9時シューターでスニゴブの方はライドラでタウンホール取るために、スニゴブの方で形を作ってるんですね、チェインのために。ちょっとスニゴブ逸れていきましたが、クエイクインビジブルあたりをうまく利用してタウンホールの方を破壊していこうというような、そういう工夫かなと思います。シューターの方はジャイバーバリアンっていうね、ジャイバーバリアンアーチャーを置いて迫撃のターゲットを取ってますね。うまい。一発は受けましたがというところ。両サイドライドラカットを入れていきます。ドカンと。モノリス届くんですね、そこ。めっちゃ強いじゃん。いや、ギリギリですが、これはレイジインビジブル整いまして、ラストはライドラチェインの方も入りまして、ぴったりと。呪文とユニットは結構使いましたがね、タウンホールプラスでモノリスレイジタワーというところまで吹っ飛ばすことができました。かなり美味しいところは飛ばせたかなというところ。ユニット割いてしまった分ね、ユニットを使わなくてもね、破壊のできる突破兵器ということでね、今回はシューターとの相性がいいやり方を採用してますね。さあ、レイジと置いて、早くもトームを使っていきます。火力も高い位置っていうところでね、ここで一気に使っていきました。キングクイーンの方も下側展開をしていって、ここはエアスイーパーにフリーズ。両開きのライドラ。これね、エアスイーパーがね、結構、そっちに対応する形だし、援軍もこうしてね、エアスイ逆らいながらなんでね。どうなんでしょうね、これ。エアスイがシンプルにきついよね。一応オールブレーカー投げつつっていうやり方ですが、これは穴も開かず、クイーンの方も黒くって、ストライカーにぶん殴られてたので、初動の作り方としては良かったのかもしれないんですが、ライドラがシンプルに刺さらなかったですね。エアスイーパーきついっすよね、このやり方。空飛ぶユニットは大体下からこうなっちゃうんで、下から行くとね。上から行く、もしくは陸のユニットで別のやり方っていうところが選択肢としてはあるかなっていう感じなんですが、どうでしょうね。別のやり方とか、どうだろうな、この場合だと。9時削ったんで10時から行くとかだともう、ね、可能性としてはあるかもしれないですが、その場合だとちょっとライドラよりもスーパードラゴンとか別のドラゴン系になるのかな。スーパードラゴンだとちょっと枠数厳しいね。ただ、学イヒーホグでリターンを採用してますね。どこだ ?12 時にとりあえずバーバリアンチェック、シューター、スニゴブと置いてクイーンを展開していきました。リターン型というところなんでね、どこまで削っていくかですが、マルチ IT まで削るのか、でもここまで削ったならマルチ IT まで見そうですね。かなり、クイヒーの方を誘導するようなベビドラが入ったので、その後のことも考えるような、いいタイミングな気がするけど、しっかりここは、ロイヤルチャンピオンを処理しつつ、リクスケルトンとかも、レイジタワーが引っこ抜かれかけている。ここで発動していきましたが、クロスボウから折れている。マルチ IT まで行きそうですけどね、この感じ。しっかり12時の方もシューターの方をね、イエティの方でターゲット取りつつ、ホーミングチェックバルーン。ヒーラーも全部つけてますね。呪文も咲きつつ、マルチ IT 打ってここがフリーズまでかけていきます。イエティ偉いね。両方の迫撃砲のターゲット取りつつ、破壊までしていく。レイジが残ってるので、このままやりつつ、多分、タウンクイヒーの方に戻すのかな
まあ、ウォールブレーカーで誘導とかも一応できそうなんですけど、まあ、内側入っちゃう可能性があるんでね、この水塔とかこの辺を打ってこう広がっていくと思うんで、まあ、それだったらクイーンそのものを回収しちゃえばいいじゃないかというところですね。まあ、ウォールブレーカーは今回持ってくることはなく、6時からの誘導を見ているようなイメージですかね。なんかこの配置、この前の予選で見たかな。多分これ使ってた。ここは投けするなんか見たような気がしないでもない。似てるだけかな。12時のシューターバカ強いっすね、これね。イーグル砲の方まで破壊しつつ、かなりのね、施設は削ることができてるんじゃないかなというところ。当然、ここは上から保護をやっていきます。イーグル砲は破壊ができましたね。イエティタイタンか。まあ、スーパーホグとかでもね、合流ができる形だったので、エンコとしてはね。クイーンの HP かなり低くなってるところ、しっかりタウンホールにフリーズ打ちつつ、まあ、遠間初手で打っちゃったんでね、スーパーホグの方が、ちょっとこの辺溶け始めています。タウンホール速攻で壊すことで、ホグへのね、被弾も抑えたいというイメージのクローク。ちょっときついですね。なんで、ホグの方がきついっすね。真ん中、ホグルートの方も、ある程度はできたんですけど、結構逸れちゃった印象があります。ロイヤルチャンピオンの方もブーメラン、レイジター乗ってるんでね、この辺も火力が上がってきてしまっているところ、ウォールブレーカーもないので、クイーンの方はこのまま、回ることはないでしょうね。壁殴るかな。さあ、これはここで終了ですね。88%。さあ、ディガホグ。ディガホグの採用率かなり増えましたよね。まあ、見習いおでんつけていく形が多かったんですが、今回はそういうわけではなく、かなり火力の高いところから始まってます。ターゲット取れるぐらいのタイミングで今のも投げれればよかったかなと思います。ホーミングチェックバル2枚出すか、ウォールブレーカーのタイミングっていうところですね。一瞬ですけど、その差ってかなり大きいんで、まあ、基本は狙うけど、まあ、失敗した時のデメリットもそんなに大きいわけじゃないんで、狙い得みたいな感じかな。さあ、ストライカーの方がロケバルの解除をやりつつ、ロケバルは、タイミングがいいですね。ここ、クロスボウにフリーズ打ちつつ、レイジ追加、そしてベビードラゴンがアーチャーターを削って火力も下げていき、ホーミングチェックもかなり綺麗に何度も入れてますね。テスラって意外と火力上がるよね。さあ、もうレイジがないんでね。こういうところやっぱりあれじゃない？ベビードラがターゲット取るんだ。ヒーラーに入ればありがたかったけど。見習いウォーデン食い火つけるの結構ありだなって思っちゃうけどな、これ。だいぶ呪文の節約にもなりそうですよね。キングを10時展開、12時から角度ずらして10日弊社。これで2段階で大きくサイドカット、外周部やっていくような形です。うまいね。さあ、トームとクローク同時打ちです。ピストも使って12時が大きく削って、10日弊社の方もね、キングのためのサイドカットにもなってるので、相互に補完し合っている。シングル IT の方もクイーンがたどり着きまして、ここにヒールも入ってますからね。そして10日弊社からこれ、スーパーホグが走ってきております。あとは呪文もないので、うまいことユニットで押し切れるかどうか見守る感じ、ロイちゃんの能力使うかどうかって感じですが、まあ、とりあえず使っていって、ストライカーもここで合流できましたが、その前に処理することができました。さあ、残った細かいユニット裏から刺して GG ですね。まあ、タウンホール殴るあたりかな。殴った後あたりにもうレイジの呪文が切れてたんですけど、そこからクイヒーの方は普通に生き残りつつ、しっかりディガホグの方も生き残ってますね。ディガホグ強いな。さあ、クラウス、スケイン部のヒーラー一体型のホグラッシュ。一応ボマーセット。ヒーラー一体ここはアーチャータワーウィズ島のところからクイヒーをスタートしてきました。こういう細かいところね、結構やってますからね。このまま3時の角からタウンホールの方にクイヒー誘導するイメージかな。さあ、モノリスを狙ったものだと思うんですが、
ょっとボムターンにそれつつ、はい。エアスイーパーの方にも向かってたものもいるので、クランジョーモノリス、ここでしっかり決まっていきまして、それを見て12時から、あ、シューターに切り替わってんな。うん、ここでシューター置いてきましたね。まあ、イエティプラスキングというね、迫撃砲のケアの仕方、クイヒーの方もタウンホール黒く打っていって、うん。迫撃も綺麗に突破することができました。さあ、こして反対サイドの迫撃砲はキングが拾うことができたので、あとはシューターが頑張れって状況ですね。で、キングにキングをぶつけて、ヒーラー1体のクイヒー強いな。クイヒーがまだ残ってる。下から通常ホグも結構混ぜていきつつストライカー入れて一気のトムレイジ。強い。ここから入るのいいな。確かにこのレイジで、投石だったりマルチ IT だったり、両方の区画、ある程度ね、ホグとロイヤルチャンピオンが削れるようなイメージですね。で、イエティ2体目、これ迫撃砲のためのターゲット取り、今キング取ってくれてるんですけど、そこまで見越してここイエティ採用してんのもすごいな。ストライ、スケルトンの呪文使ってね、クイーンのところ当てつつ、ストライカーはまだここ出さないし、宝石が多分、壊れるの待ってるのかな。ここからホグウィズ刺していきます。うまいなぁ。ユニットもまだ残ってるし、ロイヤルチャンピオンもね、能力残して、手元のユニット出し切って GG と。シューターの方もまだまだ HP 残ってますよ。すご。かなり圧倒的でしたね。クラウスらしい全開だったかなと思います。リターン型のクイヒーのラバルですね、対戦相手。まずはウォールブレーカーで拡張をつけつつ3時からイーグル区画の方に向けてのクイヒースタートですね。で、どっかにスニゴブ、その下か。このまま対空砲の方にね、シューターが撃ってくれて、まあ、クロスボウ HP も高いので、ここ撃ってる間に3時が切れると。はいと。イーグル砲の方に戻っていくと。まあ、リターン型なので、ここはイーグルだけ拾うのか、プラスアルファどっか削りたいところがあるとか。大砲までレイジ乗ってるし、削っちゃえという流れですかね、そしたら。水塔まで行くかな。ウイヒー、そしたらどこだろうね、これ。結構見てますね。時間も、リターン型だと結構使うので、ここから来ない。あ、違いました。9時です。9時か。さあ、ラストヒーラー追加しない。この後どうすんだろう。クイヒールートは強いね。オールブレーカー1枚はマルチ IT、キング。タウンホール取るユニットとしてラバレが最適かどうかちょっと微妙な感じかな。ストライカーはまださせないキングに。これは美味しいな。ストライカーだいぶ遅れましたね。フリーズを使ってのリカバリーです。これはフリーズ使わせたの美味しい。そしてテスラの方に、シューターの方は捕まりまして、シューターも割れていって。そう、これでタウンホールラバルするんですけど、エアスイーパーが完全にタウンホールの方に向いてるのと、マルチ IT っていうところでね、そんなにタウンラバル、美味しさはない感じの配置にはなってますね。このプランならワンチャンホグとかで突っ込むのもありなレベルですね。スーパーホグタウンホール取りっていうのもね、結構強いんですよね。これは結構ありかなって思ったけど、もうこのエアスイ逆光がとにかくきつい。結構しんどくなってますね。スムーズに突破とはいかず。ロイヤルチャンピオン真ん中残してたところを展開するんですが、援軍の方がね、キングの方でもクイーンの方でも釣れないプランなので、こうしてロイヤルチャンピオンでぶつかっていくと。結果的にはクイヒーの方も落ちたし、難しいですね。面白いプランだったけど。ナイスボーイです。結構、ラバルに固執することなくてもいいのかなって思ってます、最近は。タウンホール取るやつをね。ホッサン71天才だと、クロス投石のところを追っ
で、残った反対サイドかな、じゃあヒーローは。まあ、クイーンのところを打つと思うんですけど。うん、まあそうですよね。で、反対サイドに入るように、と思ったらそうではなさそう。お。いや、これは合ってる気がする。時間結構使うサイドにいるのかな、そしたら。うん、クイーンはこれ、下の方に誘導したいようなイメージ。どうだろうね、これ。ライダー持ってきてるんで多分マルチ IT のケアだと思うんですけど、ここのそのままやっぱ、じゃあランチャーじゃないのかな。突撃艦に切り替わったんで、これタウン突と、これは多分ライダー用のバルーン。うん。シューターになった。どんどん兵器切り替わる。確かにシューター強い、それ。シューターめっちゃ強いな、それ。このジャイアントでこのね、アーチャー処理用のガーゴイルがやられないような形を取りました。下からラバルパートスタート。ライダーはここに使っていく。なるほど。マルチ IT 前もね、一応チェックはしたんですけど。なんだこれ、なんか。なんか、変だな。配置間違えたとか、ユニット忘れたとかあんのかな。なんか兵器あんなにいじったり。まあ、天才の場所としてはめっちゃ強い位置打ってるんで、71天才持ってきてたから、まあ割とそれは納得なんですけど、まあサイドカットも結構合ってるか。なんか珍しくそんなに刺さってるプランじゃないなって感じなので、手元にラバーも1体残ってますね。まあ、かなり崩されたのか崩れたのか。プランっていうか配置間違えてなかった場合は、相当ちょっとプランと自分の思い描いてたあれがずれてるなって感じですかね。さあ、これはどこまで伸ばせるかというところですが、イエティボムが最後に入って84ということで、さっきのアタックと同じですね。さあ、木クイヒーラバル。クイラバの数っていうのが結構減ってはいたんで、このクランは結構やってますね。ジャイアントウォーク、スニゴブ投資、ホーミングチェック用のバルーン入れて、まあ、対空砲のタンクだね。再度、スニゴブ。さあ、ここからシューターを置いていきました。こういう細かいところうまいね。バーバリアンは使ったんですが、まあ全く範囲に入ることがなかったということで、まあ、なかなかこの辺のターゲットを取るの難しいですね。まあフリーズ使って延命という形ですが。キングを立てにくいんですが、タイミングスイッチが、微妙なところで黒く吐きつつ、援軍の方もね、若干ポイズン外れてるっていうところ。ここで、ストライカーあっち行ったの熱い。いい当たりがしたな、ロイちゃん。オールブレーカーがポンポンと来て、まあ、真ん中崩して、マルチ IT 両方打てるような形を取りたいオールブレーカーだったと思うんですが、そこまではいけず。ロイヤルチャンピオンの方も投石区画、いいリクスケルトンでしたね。突破することはできず。あとはタウンホールですが、レイジトムかな。なかなか打たない。これは、タウンホールの方は、
フリーズ使って、まあ、クイヒーの方にレイジを割いていきましたが、それも延命実らず。うん。まあ、珍しいですね。僕も結構、うまいプレイヤーなんですけど。まあ、とはいえ、まあ、真ん中マルチ IT クロスのところ、穴がね、クランジュのところまで開いてればっていうところで、そんなにプランとしてもずれてなかった形かなと思いますが、まあ、なんということ、これで、3回連続ですね、84%。さあ、シンセ、ホグラッシュ。久しぶりにホグですね。さあ、これはタウントツかな。うん。まあ、タウンケア用のクエイク持ってきてというところ、赤枠がかなり固まってるので、まあ、初手花火とかこの辺ぶっ飛ばしてくるようなの対策用の花火に赤枠かな。うん。さあ、ここからアイゴレを使っていきますが、他にユニットは出さない。ホグ1投げるだけでもだいぶ。あ、まあ、クイーンを使うんだったらまあそうですね。まあ、とりあえず援軍使って、まあ、キングクイーンを入れていくと。うん。いいフリーズ。さあ、ここからホグラッシュスタート。下側の方も削って、キングクイーンがね、投石クイーンのところに入れるようなイメージですね。さあ、ここはまだトーム打たずに、耐え、フリーズを使って投石固めのレイジトーム。さあ、下の方もキングフィストを使ってもう死んでますが、フェニックスがついているクイーンも下が暴れている。さあ、あとはヒールが2枚あるので真ん中1枚目。まあ、ボムターとかあるのでここ2枚目って感じかな。ボムターに当てて2枚目、レイジターにフリーズ。まあ、レイジマルチですね。ここは火力が上がるところなので、フリーズをかけてというところ、ロイヤルチャンピオン、外周ブーメラン。ただちょっと通常ホグがあんまり強くないな、やっぱり。スーパーホグではなく通常ホグ採用っていうところで、ヒールもね、2枚というような採用になったのかなと思うんですが、ちょっとだいぶ火力が、もしかしたら普段は、ホグビザード使ってんのかな。その感覚でやったら通常ホグめっちゃ弱かったとかはありそう。うん。結構スーサイドとかはね、多分自分のプラン通りできてたと思うんで、シンプルにプラン外だったのは、ホグの貫通力みたいなところだよね。まあ、かなりホグを使ってる人がこの辺の計算をミスったっていうところなので。まあ、ちょっとシンセもね、毎度言ってるんですけど、だいぶ苦しんでますね。さあ、スケルトンインビジブル、これはクロスボウとモノリスを、あ、クランジョ失敗かな。うん。防衛2施設は削れましたが、クランジョ失敗。まあ、2施設決まってるのがまあ、救いですかね。サイドカット使って、ウォールブレーカーじゃないや、バルーン使って、キングの方は、ロイヤルチャンピオンを誘導のあれにするかな。はい。外で守備できちゃった。うん。ドリル。からのアイゴレクイーン。隣のテストはうざいっすね。これは、クイーンの方は一応、タウンホールを見て、サイドカットも入ってるね。
左から入りそう。うん、ドリルが大きく穴を開けてくれて、危ないところでしたが、なんとか処理ができました。援軍処理もこれは、援軍処理はね、そもそも発生しないはずのプランだったんでね、スケルトンインビジブルで。なんですが、援軍の方は簡単に処理できるやつでよかったですね。両サイドこれはスーパーバーバリアンとイエティということで、イエティの方で対空砲削りたいよというプラン。早めにやってもよかったところなんですけど、早めにやりすぎるとイーグル砲のカウントがこうして進んじゃうんでね、ちょっと溜めてったという形ですかね。ラバハウンドを通してこれはトラップチェックみたいな意味合いですね。対空砲がただ破壊されたので、ラバハウンドは、ライダーと一緒にプカプカ浮いていると。どうなんだろうな、これも。タイミング測るの難しいっすね。今のラバルーン編成のライトニング3発最後のとどめ打つときみたいに、ある程度進んでから対空砲壊したいみたいなところもあるんですけど、イエティでのね、対空砲破壊なので、タイミング測るのがめっちゃむずい。ラバハウンドの方も結構タンクはしてくれてまして、ドラゴンライダーとラバハウンドまだ残ってます。3体いたんだけど、ここでマルチ IT がぶっ飛ばしてくれました。ラストライダー。ウォーデンも添えつつ、死にましたが、防衛施設の方はこれで全て突破することができました。ただ時間が足りない。惜しいなプランニング自体はね、全開だったって感じですね。ラサダックカズマくん、クイヒーリホグ。さあ、開けたイーグル砲っていう、なんかこういう配置も最近トレンドですよね。でもいいのかなよくわかんない。これもドリルを一応手元に持っているような状況です。リターン型とかではないので、このままね、隣のマルチ IT とクロスボウの区画の方もウォルブレーカーで繋げて、そういうプランを見てるのかな。援軍の方はまだバルーン以外で釣れてないので、ポイズンは打ちましたが、ここでようやく出てくるかな、ラバハウンド。ちょっとね、ポイズンなしだとめんどくさいですね。ここからホグパートをスタートすることで、右のね、マルチ IT の方にゴリ押しで戻していく。ディガホグと同じようなやり方ですよね。サイドカットディガホグ。クイヒーのためのサイドカットですね。ウォールブレーカーも使いつつ、真ん中通していく。タウンホール、そうだ。タウンホール真逆の展開ですね、これも。前もカズマくんこういう攻めやってたんだけど、ある程度、レジェンドリーグとかでも、実践済みのやり方なのかな。ドリル強いな、これ。タウンホールにはフリーズかけるんですが、ちょっとロイヤルチャンピオンがモノリスに捕まっている。これ見えてないかな。スケルトンはその後浮いても、ターゲットが変われなかったので、ロイヤルチャンピオンが落とされていきました。ウォーデンがワンヒット。クイーンクロック。呪文はめっちゃありますね。さあ、フィストもまだ残っている。さあ、上から通常ホグイズ。クイヒーの方にレイジを置いて、下側の防衛説っていうのはクイヒーでやらせつつ、上の方はね、キングフィストにプラスで、ホグとか、残してた部分を使っての全開ですかね。呪文もあれ、すごいな。なんかそんなになんだろう。ここまでね、余裕の残るようなアタックには正直見えなかったのでね。かなり、余力あるというか、残ってるユニットだけ見るとそんな感じはしないんだけど、ちょっと余裕ある感じには見えました。ナイス旋回。はい、というわけでね、終わりまして、ナビベスフッチナンバーワン
12対11勝利という形でした。対戦相手の方もちょっとそんなにね、いいメンバーなんですけど、前回取れずということで、世界大会前にね、元世界王者と対戦することができてというところでした。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。さよなら。